K-POP 一幼少期の素材が多い。全然ストレイしてないキッズのキッズ写真。面影のあるメンバーは誰だ？ K-POP アイドルの間で子供の日に幼少期の写真をインスタにアップするのが恒例になっていますよね。キッズたちも毎年インスタにアップしてくれるのですが、なんとスキズは子供の日に限らず日常の中でたくさん幼少期の写真をアップしてくれるんです。ステイのみんながスキズと幼少期を過ごしたかなと勘違いしてしまうレベルです。そのためスキズの幼少期の素材は他のアイドルに比べてもとっても多い。そして漏れなくみんな可愛い。今はイケイケの8人ですが、一番面影のあるメンバーは誰なのでしょうか？年齢順に見ていきましょう。まずはスキズの大黒柱バンちゃん。スキズの楽曲制作までも担当するスキズの最強リーダー。洗った時のギャップがたまりません。幼少期をオーストラリアで過ごした生粋の OG ボーイバンちゃん。なんとバンちゃんは7歳の時に CM デビューをしているんです。その映像がこちら。言わなくてもどれがチャニかすぐわかりますよね。今のチャニのすっぴんと何も変わりません。バンちゃんは幼少期にサンタに会いたくて夜まで起きてたけど結局寝落ちして会えなかったそう。今はスキズの頼れるリーダーですが、子供時代はしっかり子供らしい一面があったなんて親近感が湧きますね。小さい時からチャームポイントのエクボは健在のようです。洗った時の目元が優しさにじみ出てて可愛すぎる。でもそんなチャニボーも TWICE のサナやアイドルのミンニなど仲良しなナナたちには甘えたい。スキズのパパのギャップ液はこちらで、自他どもに認めるイケメンフェイスのリノ。日本人受けする端正な顔立ちでリノペンになる日本人のステイも多いのではないでしょうか。そんな4次元イケメンリノは幼少期の頃からお顔がもう出来上がっています。鼻筋も通っていて二重の線もくっきりあるので、きっと両親は将来が楽しみだったと思います。こちらはリノが幼少期の動画をインスタグラムにアップしてくれたものです。この動画を見たステイからは、笑い方が一緒すぎる、幼少期から態度のでかさは一丁前という声が。幼少期のリノはドラゴンボールのキャラクターに憧れて修行をしていたそう。鉄の上を走りながら気を集めていたんだとか。小さい頃からアニメの世界観にどっぷりハマっていたようです。リノが一生懸命修行をしている姿を想像するだけで癒されます。リノはダンススクールに通っていたり BTS のバックダンサーを務めていたことから比較的多く過去の映像がアップされています。筋トレ大好き。年々な体が大きくなり、メンバーからもそろそろ筋トレやめたらと止められるチャンビン。今となっては筋肉マッチョのムキムキチャンビンですが、小さい頃は細身で長髪の時期もあったんです。チャンビンにはお姉ちゃんが1人いるのですが、幼少期のチャンビンはお姉ちゃんとうり二つだそう。この写真を見たチャンビンのお姉ちゃんは友達から間違ってあんたの写真アップしたんじゃないのと疑われたそう。チャンビンはお姉ちゃんととても仲が良く、スキズの YouTube にアップされる Vlog に時々登場します。こんなにギャグ線の高い弟がいたらどこに行っても楽しめそう。そしてこの長髪チャンビン美人すぎませんか？デビュー後はずっと単発のチャンビンですが、大人になった長髪チャンビンも見てみたいです。スキズのパボラチャ隊長ヒョンジン。ルックスと完璧なパフォーマンスからは想像できないほどのおバカさんなんです。そこもまたギャップがあってファンが推したくなるポイントです。こちらが幼少期のヒョンジン。今のすっぴんと何一つ変わりませんけども。どういうこと？はい、お顔はそのまま体だけ成長したみたいですね。すでに自分の利き顔を知っているような写真の写り方です。赤ちゃんの頃から生粋のアイドルですね。色白でもちもちなことから水餃子と呼ばれているヒョンジンですが、キッズ時代より水餃子感が増していて可愛すぎる。ヒョンジンは幼少期にラスベガスに住んでいた時期があるそうです。ラスベガスの幼稚園に通っていたことを明かしており、日常会話程度の英語は話せるんだそう。ヒョンジンは一人っ子ということもあり、両親からもとっても愛されて育ったようです。こんなに可愛い息子だと溺愛して甘やかしてしまいそうです。ボーカル、ダンス、ラップすべてにおいて完璧なオールラウンダーハンジソン。スキズのムードメーカーなハンはどのような幼少期を過ごしていたのでしょうか。幼少期をマレーシアで過ごしていたハンはなんとマレー語と英語が話せるんです。ハンのキッズ時代は南海インテリカン。スキズの中ではムードメーカーのハンですが、おとなしそうなあどけない感じがとても可愛いですね。実はハンの幼少期の写真は他のメンバーに比べて SNS にあまりアップされていないんです。
数少ない SNS にアップされている幼少期の写真も笑っている写真が少ないので、写真を撮られることが苦手だったのかもしれませんね。ハンジソン本人も幼少期の写真があまりないことをバブルで謝っていました。ですがハンは年々セルカをインスタにアップしてくれる回数が増えてきているんです。最近他のメンバーより少し遅れてインスタの個人アカウントも作ったので、今後のセルカに期待です。ジェンダーレスなビジュアルからは想像ができないほど低音ボイスを持っているフィリックス。ルイ・ヴィトンのアンバサダーをしており、モデルとしても世界中を飛び回っています。バンちゃんと同様、フィリックスもオーストラリア生まれオーストラリア育ちなのです。赤ちゃんのキリは今よりも顔がまん丸でとても可愛いですね。まさにリアル天使。今と変わらずお目目がキュルキュルで、女の子と言われても信じてしまいます。海外で暮らしていたということもあり、成長するにつれて可愛らしい姿からイケイケの男らしいキリになっているんです。キリは学生時代に学校のイベントで全校生徒の前でラップを披露したのだとか。なんと学生時代にはフィリックスを見るために同じ時間の送迎バスにたくさん女の子たちが集まったというモテモテエピソードもあるんです。こんなイケメンが同じ学校に通っていたら誰しも一度は恋に落ちてしまいます。透き通った歌声が魅力的なメインボーカルスンミン。ふわふわとした雰囲気とルックスが子犬のようでたまりません。スンミンは小学生の頃から野球を習っていて、小さい頃の夢は野球選手だったそう。野球選手になったスンミンも見てみたい。スンミンには年の離れているお姉ちゃんが一人いて、とっても溺愛されているんです。家では子犬ちゃんと呼ばれているんだとか。スキズの YouTube チャンネルではスンミンが実家で過ごしてる様子がアップされているのですが、お姉ちゃんがスンミンをからかう時の声がスンミンととってもそっくりなんです。さすが兄弟。こちらの口を尖らせたスンミンもとっても可愛いですよね。可愛すぎてメンバーのフィリックスにスマホのロック画面にされるほどです。狐のような切れ長な目は笑うとより一層母性本能をくすぐるアギパン、アイエン。ステージ上での表情管理も普段とは違ったギャップがあってたまりません。なんとアイエンは小さい頃キッズモデルをしていたそう。こんなに可愛い子供が普通に過ごしているだけじゃもったいません。昨日撮った写真と言われても信じてしまうぐらいそのまま大きくなったアイエン。こんなに可愛い赤ちゃんがいたら何時間でも見ていられます。幼少期の写真を見たステイからは私が産んだ記憶があるという声が続出。一体アイエンにお母さんは何人いるのでしょうか。そしてアイエンは以外にもやんちゃだったようで、スーパーに行くとあれ買ってこれ買ってとダダをこねて、お母さんとお父さんはもう帰るからねとよく言われていたようです。何でも買ってあげたくなるぐらいの可愛さです。キッズたちの幼少期の写真はいかがでしたか。みんな面影があってそのまんま大きくなったような感じですよね。メンバーの半分は幼少期を海外で過ごしていたようです。キッズたちは子供の日だけでなくインスタグラムやバブルで時々幼少期の写真を投稿してくれますよ。スキズは7月にカムバックを控えています。先日イメージティーザーが公開されたので、これからどんどんカムバックの情報が更新されると思います。そろそろワールドツアーの日程も発表されるという噂もあるので、これからの活躍が楽しみですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。